No English. Ah, どうする No English? 私 No Japanese. Bonjour à tous. 皆さんこんにちは。ベルギーからなぎさです。本日は旦那様が初登場ということで自己紹介からお願いします。 Bonjour, je m'appelle Manu, je suis belge, je suis marié avec Maïsa, on a un petit garçon. Alors moi ce que j'aime bien faire dans la vie c'est la plongée, prendre des photos et m'amuser avec mes potes. OK。 日本語はどうですか？まあ5年間ぐらいから日本住んでたから大丈夫だと思います。まあ日本語を全然ビジネスでも使えるぐらい喋れるので、お家では日本語とミックスで喋ってるので、もし英語で喋ることがあったらこっちにサブタイトルをつけるのでちゃんと分かるようにしておきます。ということで、今日は私たちの馴れ初め How We Met をトークしていきたいと思います。私たちのじゃあ馴れ初めがどこでじゃあまず出会いましたか？ガトン。ガトンですね。そうですね。ガトンっていうのはオーストラリアにあるんですけども、私はオーストラリアに20歳になった頃に行きました。そこから3ヶ月間語学学校に通って、英語を勉強しました。その語学学校はケアンズにあったんですけど、その後、ゴールドコーストという都会の方に移動して、そこからファームワークをスタートする形になるんですけど、ガトンという町はゴールドコーストの近くにあるファームが有名な町です。で、マヌはいつオーストラリアに着いたの4月末から、ガトンに移動したっていう感じ。私がガトンに着いたのは確か6月とかだったので、そんなに時期的には変わらずっていう感じですね。で、どうやって出会ったかというと、私はファームのコントラクターっていう人がいるんですけど、その人から仕事をもらって働くっていう感じで、私はパッキング、女子は大体パッキング、野菜のパッキングとかをするので工場の中で働く。で、男子はもうがっつり野菜を買ったりとか入れたりとか、そういう力仕事をするということで、マヌは同じコントラクターのキャロットしてた。このファームはブロッコリーにすごいやってたね。暑いからね、ファームワークもオーストラリア大変だよね、結構ね。で、ガトンでは私はシェアハウスに住んでたんですけども、ここのシェアハウスにイタリア人が住んでいて、その友達がマヌだったので、よく遊びに来てたので顔をしてる感じでした。で、あとワンたまにやったね。バンでね、そうね、確かに。帰るときね、仕事終わった。仕事終わって帰るときに同じバンに乗って帰ったりしてたので、それでこういうマヌの友達3人組がいるなっていうイメージがありました、私は。私、渚のイメージ知らない。いつもマスクつけてる。誰かわかんない。確かにね。バンの中もいつもマスクってこんな感じだから、もう目しか見えなくて。休日になると私も化粧をしてちょっと可愛くなるので、それでこんな人がいるなって思った。はいそういう人かマスクの後ろは。で、マヌがある日来た時にちょっと外歩きに行かないって言って、それが初めてのデートみたいな感じだったよね。で、それでちょっとお話しして、で、付き合いませんかみたいな感じ。そうで、コネクションが良かったから、コネクションが良かった。コネクションが良かったなんでそれで付き合いませんかって、言ったんじゃないかなと。そう、もうその時マヌは全く日本語喋れないし、英語でゼロ、そう、もうゼロ、本当にゼロだから私とマヌは英語で会話をしてました。で、私の英語も全然そんなに上手じゃないし、分かんないこともたくさんあったので告白 OK したんですけど、私はもうその時に、次の月にもうガトンを離れる予定でいたんですよ。もう別の土地に行って、仕事があればそっちで働いて新しい生活始めようかなみたいな感じで、ワーホリってそういうもんだからね、いろんなとこ行って、いろんな経験するっていうものだから、そういう予定でいたんですけど、その次の月になって、別のとこ行って、やっぱり仕事もないし、あんまりまだ友達もできてないし、一人でいるっていうのも不安だったのもあって、結局ガトンに戻ってくるんですよね、マヌがいる。I didn't miss her apparently. 今のリストの中で私に入ってなかったから、私のことはどうでもいいってな感じみたいね。はい、わかりました。日本にいる時にオーストラリア行く前ですね、私が占いに行ったんですよ。恋愛について聞いたわけですね。で、これからオーストラリアに行くんですけど、いい人に出会う確率ありますかみたいな感じで聞いたと思うんですけど、その時に言われたのが、3月から5月に出会う人は絶対ダメって言われてて、いろんなクラスメイトだったりとか、お友達に会ったんですけど、恋愛的な発展にはならなかったわけですね、その時期には。覚えてたのは6月に出会う人
はまあいい感じにいくんじゃないかなみたいなことを言われてて、で6月かっていうのをずっと頭に思ってたんですよ。付き合った日に何日なんだろうって見た時に6月の30日だったんですよ。6月の30日がラストチャンス。じゃあもうマネしかいないじゃんって思ったわけね。私はもうこの人逃したらもう次いつ来るか分かんないって私は思ったじゃあ占いの力も信じてみて行ってみようということで OK したっていうエピソードがあります。でもすごくない？実際だってさ OK してみて結婚してそうね。ね、こんなね、みんな多分知りたいんじゃない？どこいるこの人。この占い師さんはこの占い師さんは占いの館っていう渋谷にある結構有名なとこだと思うんですけど、名前はもうわからないんですけど、いるかどうかもわかんないです、正直。でもここの占いは行ってよかったなと思いました。本当にまた日本帰ったら行こう今後大丈夫かどうか行きませんまあそんな感じでオーストラリアのワーホリが終わり、いろんなところを旅をして、シンガポールとかそうね。バリとかベルギーも行きました。その時にで初めてマヌのお母さんとか家族に会って、最終的に日本に帰ってくるわけです、2人で。そうね。日本にまあ住むみたいな感じに流れ的になったのよね。お家を探して仕事を始めてっていう感じになるんですけど、マヌはビザがないから仕事ができないんですよ。日本語も全くできない、もう本当にできない。自分で勉強したりとかして過ごしてはいたんですけど、やっぱりビザがないと日本に入れないということでビザを申請するっていう感じになるんですよね。で結局、最初は観光ビザで日本に入って、で3ヶ月までしかいれないから韓国に1回で行ったよね、旅行で。で旅行行ったついでにまた入ってきて観光ビザでゲットしてっていう感じでそうそうそうね。申請して、でその時期に、マヌがプロポーズをしてくれたので結婚しましょうっていうことで、そこから、結婚でのビザを申請できるっていうことで、そこからビザ申請が始まりました。ビザの申請してから取れるまでどれぐらい時間かかったっけ？結婚してから1ヶ月から2ヶ月じゃないかな。したらそれは早いね。うん、その前がちょっと時間かかるね。大使館もいろんなやらないといけないし、結構ねイミグレーションに通ったりっていう時間、ね、それが全部終わったらもう本当に1ヶ月から2ヶ月っていう感じ。そんなもんだったね。そうね、それで8月に結婚したので、出会ってから1年ちょっとで結婚をしました。で、語学的にやっぱりマヌはまだ問題があったから英語の先生やったりしてたよね。フランス語を教えたりとかね、してたよね。保育園で英語の先生やったりとか、そうね。そういうことをして日本に滞在してました。で結婚式に関してなんですけど、結婚式は沖縄で挙げました。その時には私たちはもうすでに沖縄に住んでたので、沖縄でウェディングをして、でベルギーからファミリーが来て、私の家族も来てっていう感じで楽しかったね、ウェディング。はい、こういうウェディングやる思わなかったね。まずビーチとかそういう島に、そう結構なんかこれホリウッドのウェディングじゃないですかね。普通にみんな日本ってはもっとチャンスがあるから沖縄が近いんだけど、ヨーロッパ人だったらそういうタイプのウェディングはあんまりできないね。そうか。どうしても高いから。高そうだね。そう、もうインポッシブルっていう感じなんで、そうだからびっくりしたね。うちはそういう楽しかったね。来た時初めて一番大変のは喋る人が少ない。日本人で英語喋れる人が少ないってことね。そう覚えてるのは、もう初めて日本来た時に一人で成田から東京ステーション着いた時に、もうまずはこんなでかい駅はもう初めてねなんだこれと思ってたらブリュッセル空港より大きいみたいななんでちょっと無理んじゃないの、山手探してさ、山手ラインってどこずっと探してたんだけど、もう見つかれなくて、スタッフに英語で言って「ノーイングリッシュ」どうするノーイングリッシュ、私のジャパニーズっていう感じなんで、英語喋る人がもうマジで少ないんで大変だった。これは頑張ってよ皆さん、もうやった方がいいと思います。日本に住む外国人に向けてっていうこと？それは違う、日本人をちゃんと英語勉強してくださいよ。そういうこと。日本でじゃあ一番楽しかったこと、最後に一番お願いします。楽しかったことは、
ご飯じゃない？まあそんな感じで How We Met の話だったんですけどまあ日本に住んでどうだったかとかっていうお話もしてみました。またじゃあマネさんビデオに出てくれますか？もちろん。次じゃあどういうビデオを撮りたいですか？次はですね、みんなにシェアしたいことがあるんですよ。なんだろう。結構ベルギーが、ビールが有名な国なんですね。なのでビールテイスティングのビデオを撮りたいんですね。いいですね。飲み比べですね、ビールの飲み比べ。じゃあまた次の動画でお会いしたいと思います。それではありがとう。ありがとう。